今回の動画ではソランの新型マルチタイニーストンプについてレビューしていきます。こんにちは、イサムです。ギター機材を雰囲気じゃなく理解して使うチャンネルです。ネットで見かけてから気になっていろいろ調べていたソランのタイニーストンプですが、これポケット系エフェクターの決定打になるんじゃないかななんて思って動画にしてたりもしました。で、ソランって初耳のメーカーだったんですけど、2024年の設立の新しいブランドのようです。で、ソニーケーキとか M ベーブとかもポケットマルチ出してますが、後発で差別化してきたんじゃないかなって感じで見てました。で、それもスペック的に特に気になったところとしては NAM と IR の同時使用ができるっていうことと、あと24ビット 48kHz のオーディオ品質があるんだよってところでしたね。今回はそんなソランオーディオさんから製品提供をいただいてます。忖度なしで褒めるだけじゃないレビューになるよってことも快諾してもらってますので、正直な感想とか気になった点は全てお伝えしていこうと思ってます。でね、これ届いた時の送り状なんですけど、なんと送り主がチェルブテクノロジーになってるんですよ。で、チェルブテクノロジーってチューナーとかメトロノームとか作ってる会社なんですけど、これニュー X の親会社なんですよね。なのでこのタイニーストンプはニュー X で作られて、そこから送られてきたのかなって思ってます。で、マニュアル事前に見てたんですけど、このファームローダーの写真がニュー X の MG30 のやつと一緒だったんですよね。なのでもしかしたらなんて思ってたところでした。はい、ということで今回レビュー動画は2本立てでお送りいたします。まず今回は1本目の基本編として実際のトーンを確認します。2本目は応用編として性能の検証とか使いこなしの掘り下げをしていきます。今回1本目のアジェンダはこのようになっています。それでは行ってみましょう。見た目はこんな感じですね。ちょっと近未来的なっていうか、このストームトルーパーと似てると思いませんか？これなんかね、そんな感じのちょっと未来的なデザインだななんて思ってます。で、大きさ的には、ボスのコンパクトと比べるとこんな感じで、厚みがこんな感じ、これねプラスチックなんで結構軽いです。大きさ的にこんな感じ。あと GP50 なんかと比べてもこんな感じかな。こんな感じ。さすがに GP5 と比べると GP5 の方がだいぶ小さいかなっていう感じはしますね。こんな感じ。で、このスイッチが結構カチャカチャカチャっていう感じのこのプラスチックのスイッチなんですけど、これがね、なんとなくね、このズームのこれに似てるかなって感じはします。作り的にはこのズームのこのこだわりの全体で沈むやつとは違って、前の方がね、こっち側に視点があってこっちが動くっていうような、そんな作りになってるんですけど、なんかね、その踏んだ形、いじった感じはズームのやつに近いような踏み心地、触り心地があるかなって感じですね。で、白なんでね、靴で踏んじゃったりするとすぐ汚れちゃいそうなんで、あんまり踏まない方がいいんじゃないかななんては思います。あと背面見ていくと、これインアウトの他にコントロール、エクスプレッションコントロールがあります。なのでここにエクスプレッションペダルとかフットスイッチつなげられるんですけど、有線のミディはないって感じですね。ちょっとエントリークラスのエフェクターなんでミディで使う人がどれだけいるかは分かりませんけど、もしやりたいんだったらちょっと注意かなっていうところですね。このタイニーボックスには OEM の5つ子兄弟がいるんですよね。ソランと、あと他にレカとジャミロ、ブルファイター、ストリッチ、これそれぞれになんか名前がついてますけど、中身は全部同じっぽいのでデザインで選んでもいいのかななんていうふうに思ってます。ちなみにこの画面に書いてあるプリセットの名前が全部ソランのプリセットと同じなので、きっと中身は一緒だろうなと思ってます。ちなみに僕はこのストームトルーパーみたいな白いのが気に入ってますね。では早速音のチェックをしていこうと思います。なんですけど、今回ですね、これ見えるかな、これ電源入れるとバージョンが出るんですけど、V0.2.1 バージョンが 0.2.1 っていう、ちょっとあまりに初期版なんじゃないかなっていうような、そんなファームなんですけど、それが入ってました。
で、サイトにはファームが公開されてなかったんで、ちょっと更新できないんで、もうこれそのまま使っていきます。なので、もしかすると製品版とは挙動が違うとか、そういうことがあるかもしれませんが、それはあらかじめご了承ください。で、ちょっとだけ解説をしておくと、エフェクトは最大10個のモジュールを同時使用可能っていうふうに言ってるんですけど、その10個のうちにルーパーとリズムマシンが入ってるんで、ちょっとずるい言い方してるんじゃないかななんて思ってます。なので、ルーパーとドラムマシンを抜くと8個。この実質8個が最大同時使用するかなって思ってます。あと、音作りの肝の部分ですが、これまでのアンプモデラーって実際のアンプの真空管だとか回路とかそういうものを解析して計算してっていうホワイトボックスの設計が主流でした。でもこのソランの DSM ダイナミックスペクトラムモデリングっていうのは AI に実際の音響特性を学習させるようなブラックボックス的なアプローチのようです。なのでピッキングの強弱に対するアンプの息遣いみたいなそんなダイナミックスも狙えるんじゃないかなっていうことになってます。では実際に弾いてみましょう。で、画面が小さいのでパソコンの設定アプリストンプマネージャーの方の画面を映していきます。で、音は LINE で撮ってきます。
なんだろう、こう全体的にあんまりパッとしない音が多いなっていうのが第一印象でしたね。なんていうのかな、みずみずしさが足りないっていうのかな、なんかこう生っぽいこうパリッとした感じが足りないなっていうふうに思いました。でプリセットの内容自体もなんか結構似通ったものがあったり、パッチ名もなんかこうワクワクするのが少なかったり、ちょっと面白みに欠けるかなってところが印象でした。じゃあちょっと早速少しいじってみようかなと思ってます。アンプを変えたりとかしていってみましょう。いっつも使わないようななんか珍しいの使おうかな。コーンフォードとか使ってみたいと思います。リバーブは一旦切っとくかな。よいしょ。そう、これ何が面白いって、これマイク選べるんですよね。でマイク選んだ上でさらにポジションも選べるんですよ。これ面白いっすよね。でなんとキャビネットが30入ってて、それでマイクが8入ってて、ポジションが3つ選べると。これ結構すごいことだと思うんですよ。でここでちょっとマイキングのところについて調べてみたんで、そちらについても触れておきます。で LINE で録音するとき、音を作るにあたってキャビネットってすごく重要だと思うんですけど、このタイニーストンプの面白いところがマイクの位置の調整ができるんですよね。でマイクの位置の調整もできるし、30個キャビがあるし、8つのマイクもあるしということで、これ全部掛け合わせると720通りのバリエーションが持てるんですけど、じゃあ本当にそんなに全部 IR 用意してんのってことをちょっと気になってメーカーの人に聞いてみました。でそしたら回答が来てて、こんな感じで、回答がありました。マイクは実機の IR だけど、ポジションの移動はリアルタイムの畳み込み演算でフィルター処理してるんだよっていうことで教えてくれました。なのでこの単なる静的な IR ファイルを切り替えていくんじゃなくて、マイクの位置を演算で再現している、メモリも節約しながら音作りの幅を広げるっていう、めちゃくちゃ賢いハイブリッドな設計なんだなっていうふうに思ってます。なのでこれかなりマニアックにこだわって音作りを追い込めそうな、そんなぬまれる雰囲気があるんじゃないかななんて思ってます。そういえばね、ニュー X の IR のところもマイキングの位置を変えられたりするんで、なんか同じものを感じますね。 MG30 に入ってました。あれと同じ技術なんですかね。気になりますね。あと IR のところにね、このローカットとかハイカットがあるのはね、これ地味なんですけど、これ結構使い勝手がいいんですよね。馴染みが良くなるんですよね。でベイルトンの GP5 とか GP50 にはこれがなかったんで、これいいなって思いました。であとね、さっきプリセット弾いてて思ったのは、ちょっと一旦歪みを少なくしておいて、でリバーブですよ。リバーブ、ここにねシマーがあるんですよね。これシマー、
でエフェクトリストを見た時に一番気になってたのはモジュレーションの中に入ってるハーモニーなんですけど、これがちょっとね問題だななんて思ってます。で何が問題かっていうと、これねマイナス8とかマイナス5みたいな、そういうあんまり調整に気になる、そういうあんまりこう調整を気にしないところだったら別にいいんですけど、これあんまりなんかね気持ちよくハモらないんですよね。例えば C メジャーでマイナス3度とかにするじゃないですか。ダメじゃないですか。ダメなんですよこれ。全然ダメ。狙ったスケール弾いてくれないんですよね。ちょっと先ほどハーモニーが全然ダメだ、全然クソ音痴だって言ってたんですけど、理由が分かりました。これね、これマイナーメジャー、これマイナーメジャーが逆なんですよ。今から例えばE のメジャーで弾きますよ。これ本当はメジャーじゃ E メジャーなんですよ。これ E マイナーにしとくと合うんですよ。もしこれを E メジャーにしちゃうとこうなっちゃうんですよね。これ全然逆だった。これ E マイナーってしとくと本当は中身はメジャーで動いてんだ。そうだから例えば C メジャー、なんだっけ、サイレントジェラシー C メジャーじゃないですか、あれ C メジャー E A マイナーなんで C メジャーなんですけど、これ C のマイナーにしとくと合うんですよ。ね。これハマってたけど逆だったんだ。だそうですよ。なのでそんなに壊滅的にハーモニー悪かったわけじゃないですね。ハーモニーはここのメジャーマイナー、これ本体の方の表示も一緒なんですけど、今マイナーってなってるんですけど、これ逆です。逆。なのでそこさえ合わせればこれ A メジャーにすると同じになるのかな。 A のメジャーにするとやっぱり単純にこれメジャーとマイナーの表示が間違ってんだ。はい、ということが分かりましたつう感じですかね。では続いて、ナムの取り込みでもやってみましょう。ナムとか IR とか入れてみましょう。今日はナムを入れましょう。で、設定アプリは Windows も Mac も iOS も Android もあるみたいですね。で、ナムとか IR のロードは今のところこのアプリから、PC のアプリかな。PC のアプリから、対応しているようです。で、なんとね、これ PC とソランを USB でつなぐのかなと思ってこれ思ってたら、なんと USB じゃなくて Bluetooth でつなぐんですよ。って感じじゃないですか。珍しいなって思いました。
じゃあストンプマネージャーの方を見ていってみましょう。で、アンプのところを選ぶと、後ろの方にね、こうやってユーザーアンプ入れられるところがあります。これもちょっと一回入れちゃったんだけど、もう一回入れ直しましょう。ユーザーアンプ01っていうスロットのところを選んでおいて、この矢印のやつ。それでなんかこう、好きなやつを選んで開くってやると、こんな感じで、ですね、パソコンがこれ変換してるんですよね。N ファイルっていう形式に変換をして、それで送ると。今、サクセスって出ましたね。NAM インポートサクセス。なので、これで NAM が入りました。じゃあ、実際これを使って聞いてみましょうっていうことで、モジュレーション、あれは切っておきますと。で、今、フルリグ入れたんで、キャビも切っておきますね。出た、これ、いつもの NAM 入れると音が小さい問題ですね、これ。なので、マスターで大きくしておきます。はい、こんな感じで入りますね。普通に入るんで、この後ですね、他の機種と同じNAMで音がどう違うかみたいなところも比べてみたいと思います。で、さっき変換走ったと思うんですけど、これなんで変換走るのかっていうところですね。そもそも PC 用の重いNAMデータがこの極小ペダルでなんで動くのっていうと、この PC 向けのNAMデータをタイニーストンプの DSP が爆速で処理できるように専用の最適化データ N ファイルっていうやつに変換して流し込んでいます。で、この最適化のプロセスがあるからこそ NAM を流しながらもシステムレイテンシーは遅くならないようにっていう風にできてるみたいなんですね。で、このタイニーストンプって永遠に遊べるんじゃないかなと思ってるんですけど、それはこの NAM とか IR が入れられるからです。内蔵の音に飽きたらこういうのNAM とか IR とか追加しちゃえばいいなって、そういうことができるのが今までのマルチエフェクターと違うところかなって、強みかなと思ってます。ではこの後同じ NAM を違う装置で鳴らした時にどんな音の差があるのかっていうのを比較してみたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。こんな感じのようです。これはあくまで僕の環境で僕が用意した、一つの NAM ファイルにおいての結果なので、必ず再現するとも限らないですけど、はい、参考にしてもらえればいいかなと思います。じゃあ、あとちょっと遊んでみようかなと思うので、もう一回ストンプマネージャーとか出して、まだやったことないんだけど、ドラムとかやってみようかな。こうか。
たいな感じでね、ちょっとループは全然やったことないんで、全然面白いこと聞けなかったですけど、まあこんな感じの、なんだ、さっきのループの AR 多分これオートレコーディングだな。弾き始めたら、レコーディング始まったんで。あとループシンクは、よくわかんないけど多分やってくれてるんでしょうね。そんな感じで、ルーパー使ってる人には、なんかこの普通の4つの、レックストップクリアアンドゥだけじゃないシンクとかループモードみたいなのも、便利に使えるんじゃないかななんて思います。はい。はい、ということで今回はソランのタイニーストンプの紹介動画を作ってみました。第1弾ということで基本的な使い方と音の確認をしてみました。でちょっといじってみた感じ、やっぱりねナムと IR 併用できるっていうのはすごくいいなって思います。あとマイクの調整、マイクポジションの変更なんかも面白いなってとこですね。あとシマーとかハーモニーかなのこの機能があるのもこの価格帯としてはすごいんじゃないかなって思ってます。ただしナムと IR のスロットが10個ずつしかないっていうのはちょっと物足りないなってとこですね。あとやっぱりポリシフターがないドロップみたいな、全体で1音下げ半音下げみたいなことができないだとか、あともう1個だけエフェクトブロックがあってもいいんじゃないかな。そしたらそこにオクターバーだとかオートワウなんかも欲しくなるんじゃないかななんてところがあります。あとここに書かなかったんですけど、足でスイッチを操作したらチャタリングっていうかパッチを移動しすぎちゃうようなそんなことがありました。でね、なんといってもダメなところはやっぱりハーモニーのスケール表示バグってます。裏返ってます。はい、これは直してくださいって感じですね。これらは未熟なファーム半数 V0.2.1 っていうところによるものかもしれないんで、製品版では治るのかもしれないですけど、とはいえね、やっぱダメなもんはダメだって言っときますよ。現時点のクオリティだとダメだと思います。製品までに改善していることを願います。コンセプトと機能は良いと思うので頑張ってほしいですね。ソランさん、新しいファームできたら教えてください。はい、次の2本目の動画では少しマニアックに使ったりハードウェアの性能を丸裸にしていったり、そんなことをしていこうと思います。こちらもお楽しみにしていてください。それでは今回の動画は以上です。また次の動画またはライブハウスでお会いしましょう。それじゃあね、バイバイ。